この世界のベストレストラン50にランクインしているお店っていうのは、どれもやはり高い評価を得ているいい店であることは間違いないと思うんですけども、世界にはそういう高い評価を得ているいいお店っていうのはもっとたくさんあるわけですよね。で、そんな中でなぜこの50件かというところが、疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれません。で、一つはやっぱりこういうランキングとかですね、そのミシュランにしてもそうですけど、レストラン評価って、やっぱり何をどういう基準で評価しているのかっていうところによって結果が大きく変わってくるというところがあると思うんですね。例えばミシュランだったら、ミシュランがカバーしてないエリアのレストランはどんだけいい店でも当然入ってこないわけで、で、50で言うと、今回の、投票方法、これがかなり大きいんじゃないかなというふうに思ってます。つまり、この評議員の票を一番多く集めたレストランが当然1位になるわけですから、評議員の票がどういうふうに分散しているのかというところ、あとはどうやったらその評議員の票を集められるのかというところが大きいのかなというふうに思います。具体的に例を挙げるとですね、やはりある国、ある地域だけで有名なお店があったとすると、そのお店はですね、その国内の評議員からの票しかそういう意味で集まらないわけですよね。だけど、海外の評議員の票を集めることができれば、これはいわゆる母数が全然違ってくるわけです。なので、やはりその世界のベストレストランで上位にランクインするためには、世界中の評議員にアピールするということが大事ではないかと思います。そういう意味ではですね、例えば予約が取れなかったり紹介制とかで、海外の評議員にとってすごくハードルが高いお店というよりは、当然人気なんで予約は取りづらいでしょうけども、それでもですね、ちゃんと予約が取れて、票を入れることができるというのがまず第一に条件になってくるのかなというふうに思います。幅広く評議員にアピールするという意味においてはですね、すごく大事だと思うのが、今だとこのコラボレーションと言われたりしますけども、つまりシェフ同士が一緒にこうイベントを行ったりする、料理をすると。これはかなり大事になってくるのかなというふうに思います。コラボレーション、特に、国をまたいでのコラボだとですね、例えば A っていうレストランと B っていうレストラン違う国にあります。で、まず A という国のこのレストランに B という国のレストランのシェフが行って一緒にやります。で、その1ヶ月後とか2ヶ月後に逆のパターン、その B という国に A という国のレストランのシェフが行って一緒にコラボするということをやったりするんですね。で、これってすごく、そういう意味では有効な手段でして、で、当然シェフ同士お互いが気に入れば、そこでシェフ票が1票入るわけですよね。シェフも評議員の一人だということは、ご説明した通りなので。で、残りの評議員、つまり3分の1はシェフ、3分の1は料理関係者、つまり評論家とかですね。で、残りの3分の1がフーディーすると、コラボをすることで、例えば、A、B やるとすると、A という国の、料理関係者は、B という国のレストランが来てコラボするとなると、その B の料理にも触れることができると。そして、それが気に入ったら B という国に行った時にそのレストランにまた訪問することができるということで、B のレストランからすると、自分の国にいても会うことができなかったような、料理関係者、あとはそこに食べに来るフーディーとも会うことができると。なので、コラボレーションっていうのは、そのシェフ同士の関係性構築にも資するという面もあると思いますし、同時にそういう料理関係者であるとか、フーディー、自分の国以外のですね、そういう票を持っている人たちにアクセスするという機会にもなるということで、コラボレーションの意義というのは非常に大きいというふうに思っています。なので、当然そのコラボだけしてれば票が集まるわけではなくて、コラボレーションってのは今もう頻繁に普通に行われてますから、その中でやっぱり印象に残る必要があるし、気に入ってもらって票を入れてもらう必要があるんですけども、十分条件にはならないけど、やっぱりコラボっていうのは上位にランクインするために、ある意味必要な要素になってくるのかなというふうに思います。例えばですね、その日本の上位にランクインしているデンの長谷川シェフなんかは、コロナ前で言うともう本当に月1回ぐらいいろんな国のシェフとコラボしていて、で、それはその50で上に行きたいからというよりも、シェフ自身がそういう意味では興味があるというか、いろんな国の人とコラボレーションしたいろんな国の人にそのデンの料理を知ってもらいたいということでやってはいるんですけども、結果的に世界中のシェフと仲良くなったりとか、あとはその国にいるフーディーだったり料理関係者とつながることができるということで票につながっているのではないかなというふうに思います。そういう意味ではですね、トップ50見てですね、コラボをやってないっていう意味では、ノマはコラボはやってないんですけども、逆にそのポップアップということでいろんな国でやったと
いうのもあるので、世界中で知られている。で、あとはエチェバリはあまりやらない。全くやらないですかね。なので、そういう意味ではすごく稀有なお店ですけども、他のお店は、トップ10で言ってもかなりのお店がですね、そのコラボレーションも含めて積極的にやっているというところで、やっぱりそういうその地道な努力というかの積み重ねが、上位にランクインするという結果につながっているのではないかなというふうに思います。すでにご紹介した、3店舗以外にもですね、日本のレストランっていうのが今回ランクインしてまして、51位、惜しかったんですけども、51位に、龍銀、73位にリストランテ・ルカ・ファンティン、75位にサゼンカ、76位にラシーム、99位にレフェルエサンスということでですね、日本のお店が、50以内の3店舗と合わせて8店舗入ってきています。本来ですね、日本のレストラン C っていうのは世界で非常に高く評価されていまして、美味しい美味しくないであるとかですね、レストランの良さだけで言ったら、個人的にはもっと入っててもおかしくないんではないかなというふうには考えています。ただ、申し上げたみたいに、こういうランキングっていうのはもちろん審査の方法に左右されますから、日本だけに票が集中するということはあまり考えられないわけですね。なので、逆に言うとですね、その特定の国に集中しないのがこの50の面白さというかですね、普段だったらなかなか機会がない国のレストランとかでもですね、支持を集めればランキングに入ってくると。そういう意味では、特定の国、日本だったりとか、あとはフランスとかイタリア、あとデンマークとかあるかもしれませんけども、こういうところの店がですね、大多数を占めてしまうと、ランキングとしての面白さというのも、半減してしまうということで、そういう意味では本来日本人としてはですね、もっといっぱい入ってほしいという思いはあるんですけども、ある意味これオリンピックみたいなものだと私は思ってまして、それぞれの国の代表が、出場して、お互い競い合うと。なので、日本代表としてこの8店舗が選ばれているというふうに私は解釈しています。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。